どうも、料理人 VTuber の中身人でございます。ということでね、今回ご紹介する料理はこちら。はい。プティポ・ア・ラ・フランセーズでございます。で、こちらね、プティポというのがグリーンピースを指しまして、アラフランセーズ、フランセーズがフランス風のというような意味合いになってきますね。で、ちょうどね、この5月の時期、ちょうどね、この生のね、グリーンピースが出回ってきて、非常に美味しい時期ですので、ぜひぜひ、付け合わせとかに作っていただけたら最高の料理になりますので、今回ご紹介する作り方は古典的な古い作り方をご紹介させていただきます。はい。そこら辺もね、現代風とどこが違うのかなんていうところもね、見比べていただいて、最後ね、専門的なところでは歴史背景だったり、現代と昔の作り方の違いだったりというところをご紹介したいなと思います。それじゃあね、早速作り方の方行ってみましょう。皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあ行きますよ。せーの、どうはい、では材料紹介です。こちらグリーンピースフレッシュのものをご用意ください。で、こちらレタスですね。裏面の綺麗なものをご用意ください。で、こちらが玉ねぎ、小さいものもしくはペコロスで大丈夫です。で、こちらグラニュー糖。で、こちら、バターですね。小さく切っていただいてよーく冷やしといてください。で、玉ねぎはこんな感じでね、輪切りにしまして、中のね、ここの筒状にこう使っていきますので、この輪っかにして作っておいてください。で、レタスはこの外側の大きな葉のところはもう取っちゃいます。こちらの中のこの芯のところだけ使います。で、外側の方はサラダ等に使ってください。で、こちらを使っていきます。で、ここは芯はもう手で取っちゃいます。で、取りましたら、こちらは4つ割りぐらいにしちゃいます。こんな感じですね。で、これを水につけて、サラダスピナーで水気をしっかり取ります。で、今これね、サラダスピナーで水気を取ってるところですね。こんな感じでなってれば OK です。では、深めの鍋にグリーンピースを入れまして、で、そこに冷たいバター、必ず冷たいバターを入れてあげてください。で、軽く塩をしていただいて、で、グラニュー糖。で、ここでですね、バター等がくっついていれば、ここにこうね、切り離してあげて、で、全体的に馴染むように、まずここでよーく混ぜてあげてください。これ火をかける前に必ずこの作業はやります。で、バターをこの時に均等に散らしてあげてください。これも重要な部分になりますね。で、そうしましたら、このオニオン、玉ねぎを入れてあげて、その上にかぶせるように。で、この時に、葉の外側が上に行くようにしてあげてください。中のカールになってる方が下に行くようになって詰めてあげてください。で、弱火でかけていって蓋をします。で、今からね、タイマーどれぐらい時間かかるかお見せします。で、聞こえますかね？ちょっと音が聞こえ始めましたよね。これは必ず時折揺すってあげてください。で、この時期のグリーンピース、皮がですね、非常に柔らかくて、すごい繊細ですので、この時に、最初の2分間もしくは3分間はよく揺すってあげていただくことで、焦げ付き防止になりますので、ここは必ず揺すってください。ここからは早送りでお見せいたします。時折こうやってね揺すってあげることが非常に大事です。
で、だいたい今開始から7分ぐらい経ちましたので、一度ここで蓋を開けます。この蓋の開けるのもちゃんと理由があります。必ずここで蓋を1回開けてあげてください。で、中の様子を見ながら1回ね、軽く混ぜてあげてください。あれだけあったレタスがですね、ここまでやっぱ傘がね減っちゃうんですね。で、ここからまたさらに火をかけていきます。で、今だいたい10分経ちました。で、中の様子を見たいと思います。いいですね。いい状態です。はい。もうここまでね、レタスもガーンと減ってしまうんですよね。このレタスから出てくる水分で、こうね、火を入れていくっていうような形ですね。で、これがいい感じのね、こうグリーンピースとレタスの順になりますね。で、10分でもうしっかりね火が入っております。で、色もくすまずに、ちょうどいい塩梅ですので、もうここで引き上げます。で、この時にざるに引き上げていただいて、で、汁をこれからねモンテしていきます。一応ね、軽く沸かしたところに、バターを入れていきまして、濃度をつけていきます。で、こんな感じでね、濃度がつけば OK です。では、ドレスです。で、この時のポイントとしては、レタスもしっかりした緑色であるということが非常に大事です。全体的にこのね、新緑の時期をイメージした見た目になるってことが大事になってきますね。で、最後にバターモンテしたソースエチュベさっとかけて、プティポ・ア・ラ・フランセーズ、いかがでございますでしょうか。では実食です。いただきます。こちらのね、プティポ・ア・ラ・フランセーズ、日本だとグリーンピースが、4月から6月にかけて、ちょうどシーズンなんですけども、この時に、作る料理として、非常に、ポピュラーなガルニチュールだったりします。で、これに合わせて、何かメインの食材を焼いたり蒸したりいろいろやるんですけども、そこにね付け合わせで、作るにはもう非常に今の時期いい料理ですよね。このね、色をいかにね綺麗に見せるかっていうのが結構技術点だったりしますので、ぜひぜひチャレンジしてみてください。はい、どうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。プティポ・ア・ラ・フランセーズでございました。ここからはね、専門的なお話をさせていただきたいなと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。まずですね、このプティポ・ア・ラ・フランセーズ、なぜこの料理にフランスっていう名前がね、ついているのか、そんなね、お話になってくると思うんですけども、時は17世紀、ベルサイユ宮殿の、貴族たちがですね、寝る間を惜しんで、食べるほど熱狂したっていうところなんですよね。で、このね、プティポ・ア・ラ・フランセーズが出てくるまで、スパイスでごまかす、中世のね、料理からこのバターと塩で素材のね、水分で引き出していく、近代的なフランス料理に進化をしていっ
った流れもある歴史的な傑作でもあるっていうことなんですよね。ですので、この料理はこうね、水で薄めたりしないで、この持っている水分だけでやるっていうところが歴史背景にはあったりします。で、もっとね、ここのベルサイユの歴史のところとか、この料理のことに関して、かなり細かく、お話ししたいんですけども、多分尺がえらいことになってしまうと思うので、ここら辺私ちょっと文章に書き留めまして、概要欄に、文章で書かせていただきましたので、もしね、こういった歴史背景のところ、すごい興味ある方は、ぜひね、概要欄見て、そんなことがあったんだ、みたいな感じでね、見ていただけたらなと思いますので、よろしかったら概要欄の方見ていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。次にですね、レタスの部分ですね。ここが、ちょっと、古典的なやり方と近代的なやり方の違いの大きな一つだったりするんですけども、今回ご紹介しましたレタスの方はちぎらせていただきました。で、かつ、このね、外側の大きな葉は外した上で、芯の方の部分の白いところ、ここをですね、ちぎって使わせていただいたっていうところになりますね。で、現代のプティポ・アラ・フランセーズの場合は、これを、千切りにして、この鍋の中に加えるっていうのがほぼメジャーなやり方なんですけども、古典的なやり方はこのね、ちぎったりとか、もしくはもうそのまま一枚ごとボーンとね、こうプティポにかぶせるように、火を入れていたってことなんですね。で、これの理由がですね、ちゃんとした理由がありまして、この覆いかぶせるように蓋をしているような格好になりますよね。そうしますと、中でですね、この、バターの水分だったり、このレタスから落ちてくる水分だったり、とにかくこの水分が、そこに当たって、それが、気化していって上に上がっていくときに、このレタスに引っかかるわけですよね。で、そこでまた対流が生まれていって、プティポに、グリーンピースの方に火が入っていくっていう、このね、ちゃんとしたロジックがあるんですね。で、この、千切りにする場合はすぐに水分が出てしまうっていうところがあるので、じゃあ実は昔のやり方の方がいいんじゃないかなんて思うんですけども、実はね、ここにもちゃんと近代的な理由がありまして、ここね、近年では非常にいい調理器具、精密な調理器具が出てきてますよね。蓋をすればピシッと密着する蓋がついてたりだったりとか、中が見えるガラスのものだったりとか、そういったものがありますので、であればこのね、ガルニチュールとして使うときに、このね、こうちぎったものではなくて千切りにした方がよりね、こうグリーンピースを前面に出すことができるっていうことで千切りになっていったっていういきさつがあります。ですので、こちらね、どちらを選択するかは、このね、シェフの考えにはなってくるんですけども、実はね、そういった理由で、ちぎるのと千切りのパターンと、この2つがあるっていうことで、認識していただけたらなと思います。で、次にですね、冷たい鍋からこうスタートさせていただいてるんですけども、この時に、バターと塩砂糖入れてよく混ぜましたよね。これがですね、結構実はすごい重要な作業になりまして、ここでバターを全体的にこう散らしてあげる。これが一つの塊ですと非常によろしくない状況になるんですけども、これがどういうことかっていうと、当然中でこう揺すらなきゃいけないわけですよね。で、この時にバターが一塊でボーンって固まった状態であると、このグリーンピースにですね、このバターがこう溶けていって、かつレタスからの水分でこう乳化させていって、こうコーティングさせていかなきゃいけないんですけども、これが細かくしていれば非常にね、乳化しやすいんですが、まとめてやってしまうと乳化しないで、ただただこのね、油がかかった状態のグリーンピースになってしまうっていうことですよね。で、この時に、間違っちゃいけないのが、じゃあそれだったらある程度溶かしたバター入れちゃえばいいじゃんと思うんですけども、それだとただ油がかかったグリーンピースになっちゃうんですね。ここは非常に重要なところで、冷たいバターの角切りの細かくしたものですよね。これを必ず入れるっていうのが絶対のルールになります。これをしないと、揺するだけでの乳化っていう作業ができなくなってしまうっていうことになりますね。
はい、それと最初の2分間から3分間揺すってあげてください。これもね、動画中にお話はしたんですけども、この時期のグリーンピースっていうのは非常にね、皮が繊細で柔らかいですので、すぐ焦げつく状態になってしまうんですよね。で、最初は、水分がありません。レタスから水分がね、滴り落ちてくる、バターの水分が鍋、底にね、広がる前にですね、焦げてしまうなんてことも全然可能性としてありますので、ここは最初の2分から3分よく揺すってあげるっていうのが非常に大事なことになってきますね。はい、それと私ね、この大体7分経ったところで1回、蓋を開けさせていただきました。これが実は色止めの蓋開け、と呼ばれる運命の分かれ道、分岐点だったりするんですけども、なぜ蓋を開けるかっていうことですよね。で、この緑色の色素のことをクロロフィルって言うんですけども、このクロロフィルをですね、フィロフィチン化っていう、ことが起こってしまうんですよね。どういうことかっていうと、茶色く活変しちゃうってことですね。で、これをなぜ蓋を開けるかっていうと、この、レタスだったり、このグリーンピースを密閉で加熱していくとですね、細胞の中からもう気圧性のですね、有機酸が放出されていって、この鍋の中の pH が酸性に傾いていくんですよね。で、この酸が、要はこのクロロフィルを破壊していって褐色していくっていうことになっていくんですよ。で、ですので、だいたい7分ぐらい、なってきたところで、一旦開けて、この充満した酸を外に逃がすっていう意味で、脱気するっていう意味ですね。で、ここで一回混ぜながら、一回外気を取り込んでいって、このね、豆とレタスの鮮やかな緑色を死守するっていうところになってくるんですね。で、この時に、大体レタスの水分の出方だったりとか、鍋底の水分量ですよね。このところを、入荷具合を確認したりするっていうところになってきますね。で、私ね、ここにはね、ちょっとエピソードがありまして、どうしても私、綺麗に緑色に上がらないかったんですよね。で、大先輩が非常に綺麗な、プティポのね、フランセーズ作る方がいらっしゃいまして、なんで同じことをやってんのにこんなに色が違うんだろうと思って、どうか教えていただけませんでしょうかなんて、言ったら、お前は蓋開けてねえからだよっていう話になって、いや、HBで火入ってくのに蓋開けたらダメじゃないですか。わかんないやつだな、みたいなね、感じで、言われて、一回蓋を開けないとダメなんだよ、なんて言って、俺はね、そうやって教わったんだ、なんて言って、で、自分そこからなんでなんだろうなっていうのは、非常に、ずっとね、若い時から疑問になってたんですけども、そこからね、調理理論とかを勉強するときに、このクロロフィルの、活変化の謎っていうところで、この有機酸の放出っていうところで、初めて理由が分かったっていうところだったりするエピソードがあったりしますね。はい。はい、で、近代的なプティポ・アラ・フランセーズなんですが、おそらくね、料理人の方々であればもうお気づきだと思うんですけども、ランドン、ベーコン使わないんですかっていうことなんですけども、使わないですね。基本的にこの古典的な作り方の中には、このね、ベーコンは入れません。はい。で、正直、プティポ・アラ・フランセーズとして単体で食べるというのであれば、私はベーコンは入れる派なんですが、ガルニチュールとして持っていくときは私は入れないようにしてます。で、なんでかっていうことなんですけども、そうですね、なかなかパッとね、例えるのが難しいんですけども、魚に合わせるときに、できればこのプティポ・アラ・フランセーズのそのままの味を、ガルニチュールとして持っていきたいので、旨味は正直、そのね、例えば白身魚だったりとか、それにつけるソースだったりとかっていうところから補うっていうところ、これがですね、実はこのガルニチュール、ソース、そしてメインのこの3つの3すくみのバランスっていうところが非常にね、シビアに出るのがこのプティポ・アラ・フランセーズだったりします。ですので私は結構これをやるとき、付け合わせとしてするときはベーコンを入れない方向で持ってってますね。はい。それと、
中には、ブイヨンだったり、少しね、水入れたりっていうところがあるんですけども、これね、やっちゃうと色変わっちゃうんですよね。これなんですよね。なんでかっていうと、この水分がグリーンピースに当たって、中からですね、その、活変する成分が、外にこの、溶け出しちゃって、それがですね、要は悪さをして、グリーンピースの表面、またはですね、この、レタスの表面に、こう付着していくことで茶色くなっちゃうっていうところなので、私はね、できるだけ水分はなくして、このね、ソースエチュベにしていって、こう煮詰めてソースに仕上げる。これをね、ガルニチュールとして添えるっていうところに持っていってるっていう感じですね。はい。ここはもう完全にね、そのシェフの考え方になるので、あくまでこれは私の考え方であって、それがスタンダードではないので、そこだけね、ご注意いただければなと思っております。はい、以上がね、プティポ・アラ・フランセーズでございました。今の時期ね、本当に美味しい時期ですので、このね、皮の柔らかい時期、ぜひね、このプティポ・アラ・フランセーズ、こうね、作っていただいて、何かの付け合わせとしてやっていただければなと思っております。で、私ね、一押し、当然ね、やっぱ魚は結構いろいろ、合わせるのしやすいんですけども、一押しはやっぱ鶏もも肉のクリーム煮なんかに合わせると最高ですよ。もう本当に最高に美味しいですね。もうこの時期、非常に楽しみにしている一品だったりします。はい。そしてね、いつもハイプレイの応援、誠にありがとうございます。温かいメッセージとね、皆様からのハイプレイの応援ビシバシ感じておりますので、これからもね、動画作りに励んでいきますので、引き続きね、皆様からのハイプレイの応援、よろしくお願いいたします。そして、チャンネル登録、高評価、ぜひね、よろしくお願いいたします。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。